皆さん、こんにちは。ユーダイモニア研究所です。本日のテーマは生きがいです。皆さんは、生きがいという言葉からどんなことを連想されますか？朝の一杯のコーヒーの香り？暖炉の前で気の置けない仲間とくつろぐ時間？可愛い孫のお世話をすること？美味しいお寿司をお客様に握ること？などなど、人によって生きがいと感じるものは様々あるでしょう。実はどれも正解なのです。じゃあ生きがいって一体何？生きがいってどうやったら見つけられるの？と疑問に思われた皆さんのために、生きがいの正体とその生きがいがどのように創出されるのかをご説明いたします。まずは生きがいの構造について解説いたします。生きがいとは意識構造、強み、ウェルビーイングという3つの軸で構成される心の豊かさを表します。それぞれの構成要素を順番に見ていきましょう。意識構造とは世界のものの見方です。その人の世界観、視座、価値観を表します。次に強みとはその人がこれまでの様々な経験で培ってきた多種多様なスキルや能力のことを意味します。最後にウェルビーイングとはヘドンやフロー、ユーダイモニアに分類される人間の幸福度を表します。これら生きがいの3つの構成要素についてはそれぞれに詳細を説明した動画がございますので、そちらをご視聴いただけると幸いです。私たち人間は日々インプットとアウトプットを繰り返しながら生きています。日常生活の中で外部からの様々な刺激を見る、聞く、読むなどして体内に受け入れます。これがインプットです。次にその外部からの刺激は私たちの意識構造、つまり世界のものの見方、例えるならば無意識にかけている固有のメガネのようなフィルターを通して脳内で情報処理がなされます。単純ながらも大切なことですが、この意識構造が異なる人同士では全く同じ外部からの刺激を受けたとしても脳内で処理されて導き出される情報の量や質が全く異なるのです。脳内で処理された情報は私たちがそれぞれ持つ固有の強み、例えば分析思考、戦略性、目標思考などの資質を介して社内でのプレゼンテーションや研究開発など最終的に書く、話す、作るなど何らかの形でアウトプットするというプロセスを経るのです。このインプットしてからアウトプットをする過程においてそれぞれ種類の異なる幸福が脳内で創出され、これらの幸福感は全て生きがいとなるのです。それでは次にインプットとアウトプットのうちどのフェーズで具体的にどのような種類の生きがいが創出されるのかについてご説明いたします。右の図をご覧ください。私たちは生きがいの正体を構造化してみました。この図を使ってインプットからアウトプットまでの流れとその過程で創出される生きがいの種類を具体的にご説明いたします。この生きがいの構造には感動力、人間力、自己実現力の3つのエリアが存在します。まずは感動力から順番に中身を見ていきましょう。感動力は人間が外界からの刺激を体内にインプットする力を表します。この感動力のエリアには外部刺激を防我状態で楽しむ受動フローという幸福感や肉体を持って味わえる幸福であるヘドニアや仲間と心地の良い空間で過ごすヒュッケといった幸福感が存在します。冒頭の例で言うと朝の一杯のコーヒーの香りはヘドニアという幸福に含まれ、気の置けない仲間たちと過ごす時間や可愛い孫のお世話などはヒュッケという幸福に分類されるということです。そして次に外部からの刺激は意識構造と強みの存在する人間力のエリアを通ります。この人間力のエリアにある意識構造は先ほどの復習になりますが世界のものの見方であり、無意識にかけているメガネのようなものです。意識構造はフィルターと似た機能を持つので、意識構造が異なれば同じ情報を見聞きしても脳内で導き出される反応は異なります。強みとはその人がこれまでの経験で養ってきたスキルや能力を表します。人が獲得できる強みはこのように意識構造のステージごとに異なります。この人間力とは有形無形を問わず多くの物事を生み出す力を表します。この構造の中では生きがいを高めるための装置のようなものに置き換えると理解していただきやすいかもしれません。最後に自己実現力のエリアに進んでいきます。自己実現力はアウトプットする能力を表します。
この自己実現力エリアには、能動フローとユーダイモニアという2つの幸福感が挙げられます。能動フローとは、例えば研究開発に没頭している時に感じる防我状態の幸福感です。ユーダイモニアとは、自分が生まれてきた目的を遂行している時に感じる持続性の高い幸福です。このように、人間は日常生活を送る上でインプットとアウトプットを繰り返し、それぞれの部分で性質の異なる幸福を感じていて、これら幸福は全て生きがいなのです。生きがいを最大化させるためには、感動力と自己実現力、それぞれのエリアで感じることができる様々なウェルビーイングの量と質を意識的に増やしていくことがポイントです。そして、これらのウェルビーイングが向上すると、インプットの感動力とアウトプットの自己実現力が高まり、結果として、意識構造と強みで構成されている人間力が向上するのです。ヘドニアの幸せを感じるには、日々の生活の中でしっかり五感を意識しながら人生を味わうこと。ヒュッケの幸せを感じるには、パートナーや仲間など周りの人の存在にいつも感謝すること。受動フローを高めるには、自分がその瞬間に何を感じ、何を学べるのか意識しつつ、その世界観に意識的に身を委ねること。能動フローを高めるには、自分の能力よりも少し高い課題や目標を設定し、自らの限界を押し上げて、その瞬間瞬間を楽しみ味わうこと。ユーダイモニアの幸せを高めるには、自分が生まれてきた目的を常に自分に問い直し、自分の心がワクワクすることを実践していくことです。皆さんも日常に存在する様々なウェルビーイングを意識して味わい、ご自身の生きがいを最大化してみてくださいね。以上が生きがいの構造、そして生きがいの最大化についての解説でした。今回の動画はこれでおしまいです。また次の動画で皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。